はい、それでは、プログラミング上論 B 第5週を始めたいと思います。今週は、いくつかある変数をその値の順番に整列をするソーティングについて話をしていきます。ソーティングというのはデータの編集処理で小順や高順に、データを並び替える技術です。例えば、376295という6つの数値データがあった場合、それをソーティング処理にかけると、235679と。この場合は、値が大きくなる順番に、小順に並び替えられています。ちょっと一度ですね、ここでビデオを止めてもらって、自分で手でですね、376295を235679にする処理を考えてみてください。データ型としては、376295と紙の上に書いて、それぞれの数字を、1回の処理では1つずつ入れ替えるという処理を繰り返して、最終的に235679というデータ列を作ってみてください。大体自分でやり終わったら、またこのビデオに戻ってきてください。はい、いかがでしたでしょうか。いろんな、実はソーティングというのはたくさんアルゴリズムがあって、とても面白いのですが、今日は2種類のソーティングアルゴリズムを授業で紹介します。1つ目は選択ソート、セレクションソートというもので、これは376295というデータ列があったときに、まずこれを左から順番に探索していきます。一番小さい値を探していきます。そしてそれで見つかった一番小さい値を1番目の要素と交換します。次にこの2番目から始めて、一番最後まで一番小さい値を探していきます。見つかった一番小さい値を2番目と交換します。というのをします。例えばこの376295ですと、初期の状態があって、で i イコール z が1番目の要素という意味です。1番目の要素、この、376295で一番小さい値を探して、5回チェックすると一番小さい値2が見つかります。で2と3を入れ替える。3というか2と1番目の要素を入れ替えます。そうすると276395というものができます。次、今度は2番目から始めて、ずっとどんどん右側に一番小さい値を探していくと、3が見つかります。この3の値を2番目と入れ替えると。で2つ確定。次、3つ目から最後までやって、一番小さい値5というのを3番目に入れます。次、4番目から一番最後までやって、一番小さい値を4番目に入れます。5番目、6番目で比較をして、一番小さい値を5番目に入れて、で終了しますという処理です。でこれは検索数、小さい値を探していく検索数が n×n-1 割る2と回数であるというのは、この上の検索数が54321と減っていることから分かると思います。つまり、選択ソートは計算のオーダーをn の2乗と書いてますが、計算のオーダーが n の2乗、n というのは要素数ですから、要素数の2乗に、関係すると。n の2乗のオーダーで計算コストが決まるということが分かります。この計算コストというのが、ソーティングアルゴリズムの良し悪しを決めるための判断材料になります。この選択ソートのフローチャートを書いてみましょうと。でまず最初、i というのは対象領域の左端の要素番号。ね今、検索をする領域、一番最初だったら全部ですね。の中の左端の要素番号が i です。最初は i イコール0で初期化をします。で、プログラムが始まると、まず i が n-1、n というのは配列の要素数なので、一番最後までいったかという終了判定をします。でもちろん最初なのでここは終わってないから、n-1 より小さい y の方に行きます。そうすると j というのと i-min というのに値を入れます。j というのは対象領域内で最小の値を持つ
要素番号を探すためのインデックス。これは探索用のインデックスです。でここの J には、i プラス1というので、一つ右の値を入れておきます。imin には、ひとまず今のところは一番小さい値は i にしておきます。でそして、ソーティングの、繰り返しの本題に入っていくわけですが、まず J が N よりも小さいか、これは終了判定ですね。一番最後まで探索したかというのをチェックします。で、まだの場合には dimin、imin という、対象領域内で最小の値を持つ要素番号と、今、探索をしている値、探索をしている J という要素によって示される値というのを比較します。で、今、探索をしている dj の方が小さい場合には、imin に J を入れます。J のところで一番小さい値がありましたよというのをここに教えます。そして戻ります。でもしも DJ の方が大きかった場合には、以前こちらの方が小さいので、そのまま下に行きます。そして探索するインデックスを1つ増やす。要は1つ右にずらして、また元に戻って、一番最後になるまで繰り返します。で一番最後まで検索をしたら、こちらに N に行って B に行きます。で B に行くと temp という変数を使って、要はこれ、di と dimin ですね。入れ替えて、一番左の値とその探索をした中で見つかった一番小さい値の、ボックスを入れ替えますという処理です。それをしたら、その一番左というのを1個右にずらして、最初のところに戻ります。でこれで、どんどん、探索をする範囲が狭めていって、一番最後から一つ手前まで行ったときには、これでもう終了というふうになります。これは選択ソートです。非常にシンプルで、かつ確実に計算はできるんですけど、計算コストが N の事情かかってしまうという問題があるということです。でそれを、対応したような話として、バブルソートというのがあります。これはすべての要素に関して、隣り合う要素と自分を比較して、順序が逆。例えば今、小順にしたかったら、右の方が小さい場合には入れ替えると。でこれを全要素かけ引く1回繰り返すことで相当していくという話です。で、値が次から次へと、ボコボコボコと上の方に上がっていくので、そのあぶくみたいに上がっていくからバブルソートと言われています。で具体的に処理としては、まず最初こういう初期状態、さっきと一緒ですね、があったとして、一番左とその隣を比較します。まずこの場合、3、7で小順になっているので、それはそのままと。次、7と6を比較します。そうすると、6のが小さいので、これは入れ替えるということで、入れ替えて367になります。で次にこの、3番目と4番目を比較します。これ入れ替わると7がここには来ています。3番と4番目を比較すると、やっぱり今度右の方が小さいので入れ替えますと。367になります。今度4番目と5番目を比較します。この場合は、右の方が大きい小順になっているので、このままにします。で次、5番目と6番目を比較しますと。それで、この場合は右の方が小さいので入れ替えますと。こういう処理をします。でこういうふうに1反復を行うと、最大値、一番右の値を決定することができます。その時の検索回数は5回になります。で次は、2反復目は、同じようにここから始めて、この比較をして、この比較をして、というのを繰り返していきます。そうすると、今度は一番上の、7が決まります。3反復目は、これでこの比較をしてというのを繰り返していくと、3番目の値が決まります。でこの場合、アルゴリズム的に、この時点でアルゴリズム的に確定されているのは、この679なんですが、
あとこれで一回こう比較をしてみて、変化が起こらなくなった、入れ替えが起こらなくなったというのが確認できたら、その時点で処理は中断することができます。この場合はここでおしまいというふうになります。これがバブルソートです。はい、今週は第5週最終回なので、講義は短めになっています。レポートの課題は2つあって、1つはバブルソートのフローチャートを作成しましょう。これは選択ソートのように、インデックスを比較するインデックスをうまく使って、フローチャート、繰り返しの処理のフローチャートを書いてみてください。で、もう一つは計算コストの話で、N 個のデータに対するバブルソートの処理速度は最悪の場合、N の2乗のオーダーになります。最良の場合は N のオーダーになります。でこの最悪最良の場合というのは、どのような状態か、どのような、データ列に対してバブルソートを適用すると N の2乗のオーダーになるのか、どのようなデータ列に対してなら N のオーダーで進むのかというのを考えてみてください。それでは今週はこれでおしまいにします。